昨今のリーウェの繁栄は、それを支える盤石な運営から来るものだ。古来より月海帝の秘書としてリーウェ七世を支え、先住麒麟の血を引く関羽は、ここ数千年リーウェのため数々の責務を果たしてきた。どれほど神を憎み眼神と契約する仙人を嫌悪しようが、関羽だけは敬意を払わざるを得ない。私の仕事は帝君との契約に従い、リーウェの数多くの命に最大限の幸せをもたらすことです。関羽の実力は侮れないものだ。氷元素を意のままに操る弓の使い手で、高いバースト能力を持っている。同時に自身と仲間へ有利に働くスキルも持ち合わせている。鍛え抜かれた関羽の弓術はすでに神の領域に達している。弓を扱うだけでなく、製造に関しても極めて見識が深い。弓に関する一切を彼女は熟知している。関羽が球形武器を鍛造するとき、鉱石の一部が変換される。関羽の通常攻撃は敵に物理ダメージを与える最大6段の連続射撃だ。攻撃ボタンを長押しすることで精度と威力の高い狙い撃ちを放てる。チャージの長さによって異なる効果が生まれる。チャージ1段目、敵に氷ダメージを与える。チャージ2段目、氷ダメージの草加の矢を放ち、草加満開を発生させ、氷範囲ダメージを与える。草加の矢は効率よく敵にダメージを与えるための要となるだろう。天賦唯一の心を解放後、草加の矢を放つと、一定時間内に再度放たれた草加の矢と草加満開の会心率が上昇する。元素スキルは一輪の氷蓮を残し交代し、敵に氷ダメージを与える。氷蓮は敵の気を引きつける。破壊された時、または継続時間終了時に氷範囲ダメージが発生する。氷蓮の耐久度は関羽の HP 上限によって決まる。氷蓮をうまく利用し、安全な距離を保ちながら戦うという。瑠璃のように落ちなさい。関羽は大気中の創設を集め、大麻の氷霊樹を召喚することができる。氷霊樹は持続的につららを降らし、氷範囲ダメージを与える。公衆天下はダメージを与えるとともに、氷元素付着により戦いを有利に進めることを可能とする。天賦天地安泰解放後、公衆天下エリア内にいるチームキャラクターの氷ダメージが 20% 増加する。弓の使い手として関羽は敵との間合いを熟知している。一矢でも多く草加の矢を放ち、優勢を保つことが勝利への鍵となる。戦闘時、元素スキルで距離を取り、敵が気取られているうちに安全な距離からダメージを与えるといい。その後、元素爆発で大ダメージを与えよう。仲間と共に戦うときは、スキルの挑発効果と高い氷元素付着能力で支援し、勝利をもたらすといいだろう。幾千年もの時が過ぎ、時代は移り変わってきた。関羽が寄り添ってきたこのリーウェ港は、果たして本当に仙人と人が共に暮らせる場所となるのだろうか。まだ眼神がいた頃、仙人である関羽は人と共存していた。しかし
神を失った今、人でないものという孤独にカーンは耐えられるのか。